何千万の人々にとって、これは世界で一番ファストフードフランチャイズであると思われています。お好みの、最高の、北米から南米まで、アフリカからヨーロッパまで、そしてアジアからオセアニアまで、主要都市には一つでも何百でもマクドナルドレストラントがない国がほとんどありません。素敵なプレゼンテーションやマーケティング能力などでマクドナルドは強力な帝国であることをお断る人があまり言いません。ですが、1億以上サービスされたお客様たちがいて、カリフォルニアのサンバーナンディーノで1940年5月15日に財団されてから70歳以上になり、怖い逸話がたくさんあります。残念ながら、マクドナルドの品質保証が厳しいのに、人間の間違いは不可避であることです。それらのいくつかはあなたに悪い気分を感じさせてしまいます。これは、マクドナルド食内に7つの一番嫌な見つけられてしまったものでございます。7番。これは好奇心的なことです。この無害な存在している昆虫は、たくさん人々にとって一番不快で嫌な昆虫になってしまいます。この昆虫が足に登ることはとてもまずい感覚になってしまうでしょう。さて、よろしければ、支払った食内に砕かれた昆虫を見つけるのは想像してどんな感じさせるでしょう。残念ながら、これは子供に起こってしまった。子供はコロッケ的なという食ハッシュブラウンを食べていた。いきなりに、3つの紙の時、ポテトの白内になんか黒で真っ青なものを見てしまいました。食べ物を砕けながらゴキブリの遺体を見つけられちゃって、子供やお母さんもバッチリ驚いてしまいました。お母さんの大文句だけ十分ではなく、マクドナルドの不運のせいで子供はreddit.com にアップロードするためにスマートフォンのたくさんメガピクセルズカメラで事件の写真を撮っておきました。この反発的な逸話は永遠にインターネットの記憶に残りました。7番でございました。6番。スペイン語でクリータやテリータと言われていますが、画像を見ると絆創膏であることをわかるはずです。これを特に不愉快なものに関連づけることはありません。もちろんそれが使用され、血液で染色されている限りですね。ということで、この逸話を想像できますでしょうか？大学生のローレン・コールマンは、大学内のマクドナルドに待ち行列に入れながら美味しいフライポテトを買おうとしていました。彼女は教室へ向かいながらぼーっとしていて、ポテトを一つ一つに食べていて、汚いロシアルレッドを遊んでいることを全然知りませんでした。ポテト、ポテト、ポテト、使用された絆創膏があった。容器から取り出して、さすがに汚くて血で汚れていた絆創膏を見ていました。ローレンはイライラで怒って、写真を撮らずメディアに事件を伝えました。絶対に忘れることができない経験になってしまいました。6番でございました。5番。この5番は前の番と比べてもっとかちょっとか嫌なものであることを討論になるかもしれません。ですが、被害者が恐ろしい方法で物を見つけたのせいでこの番になります。ユスフ・ベルシルは少し西洋のお怒りを受けようとしていました。この人は完全なハンバーガーを買って
他の顧客たちみたいにレストランの食卓に座り食べようとしていました。無実な紙で彼の歯の間に何かがくっついました。実際にそのものが彼の歯肉に痛め、少し出血させた。この人は下で物を動きたがっていたけど、物が高くて、ぎこちなくて、非常に詰まっていた。驚かせたから男は立ち、早くお手洗いへ行きました。鏡に微笑んでオラを発見してしまった。ハンバーガーの中にでかくて汚い人間の爪がありました。男は最悪方法で発見してしまいましたのです。男は爪を取り出したんですけど、すぐに流し台に吐きました。その後に文句を表示して、もちろん、顧客たちは憤慨で事件をインターネットに公開しました。ユスフ・ベルシルはメディアから面接されました。それのせいでみんなは男が優しくて面白い人であったことを理解できました。カメラの前に、これから私は手料理ハンバーガーだけをいただきます。と宣言しました。5番でございました。4番。サラダを買うためにマクドナルドへ行くのは意味をわからない人がいます。実際に誰かそういうことをしちゃってイライラで怒る人がいます。この女性はひどく不公平なレッスンを受けてしまいました。2006年、テキサスからアメリカフットボール家庭教師のトッド・ヘイリーはお嫁さんにあげるためにオートマックにサラダを注文しました。いい男にとってお嫁さんのためにフォークとお昼ご飯を運びました。お昼ご飯中でしたのに、レタスの中になんか黒で毛深くて死んだっぽいものを出してお嫁さんは驚かせました。ホラー映画みたいにお嫁さんは最高映画の音楽を聴き、フォークでサラダを動きながらプラスチックの容器の中にオリーブオイルで止血させた死んだネズミを発見してしまいました。旦那さんとお嫁さんは怒り、レストランへ向かいました。それだけ十分ではなく、マネージャーはカップルに失礼でした。これはマネージャーがクビになって、フランチャイズがたくさんの金をかかります。ヘイリーたちはマクドナルドに170万円告訴しました。マクドナルドは戦わず、ヘイリーたちと指摘合意をできました。これはたくさんの金の形になったんでしょう。4番でございました。3番。3番はすべての発見の中に最も人気発見を含みます。実際に視聴様は知ってるはずです。都市伝説で始まりましたんですけれども、最後に本当のことになりました。写真証拠があり、メディアで表示された実在な物語のことでございます。ラテン女性のキャサリン・オルテガは子供たちに言い驚かせたがっていたんです。マクドナルドチキン。オートマックに箱を買って家に運びました。家で食卓を準備して幸せに子供を呼びました。子供たちは食べ物をお礼しました。キャサリンはトレイに内容を置いていたときにナゲットの一つが変形を持ちました。そんなに変形でしたのでキャサリンは検査しました。ナゲットの中から抽出してから昼ご飯や家族の日などはバッチリに破壊させてしまいました。5番のユスフみたいにオルテガはメディアにこれから手料理だけを奉仕しますと宣言しました。子供たちは宣言するためあそこにいませんでしたけれども論破をいませんでしょう。3番でございました。2番。
2011年に起こりました。これはオーストラリア人のリー・サベージの人生を追求する経験になりましたんでしょう。当たり前のことです。これは主人公にとってフレディ・クルーガーの映画みたいに彼のハンバーガーから出したことです。彼の発見したことは彼の運みたいにすっごかったんです。漬物とダブルハンバーガーを注文しました。マクドナルドの普通容器で注文を受け取って、ソーダとトレイで席まで運びました。レイは、もちろん支払ったものを要求したり、受け取りしたりのは権利があり、ファストフードフランチャイズに厳しく、ハンバーガー内に頼んだ漬物があるかどうかを確認しました。この行動をして、人生の一番玉運になったんでしょう。最初は肉が動いていたに見えました。あとは狂気な考えで肉が生きていたと思いました。恐ろしい錯覚が終わってお代わりに心臓発作的な現実が来てきました。肉上が海中で混んでいましたのです。ダンテの地獄園から原始みたいに震えていた動物たちは変な行動で動いていました。レイは吐くのは我慢しました。彼は大文句を表示してマクドナルドの欲運のせいでただの謝罪でお金を返すのを要求しました。2番でございました。1番。一番の怖いところは、こんなものが使用されたかどうか一切に知りません。これは未成年者を含んで、お母さんがもちろん娘のプライバシーを守って、物が使用されたかどうか知られなかったんです。スイスで起こって、マクドナルドの存在しているの70歳以上の間に、一番嫌な逸話になってしまいましたんです。これは起こったのせいで、7歳の女の子被害者が危険にさらされました。健康教育を切り捨てるために、たくさん健康診断をされました。女の子はお母さんからフライポテト箱をもらいました。食べ中の間に、もう遅く、女の子は容器の奥底にご覧になりました。奥底のポテトの中に、なんか変でトランスパレントものがありました。好奇心で驚かせた女の子は、そんなものを抽出してから、ものを混乱で見て、お母さんはものを完全なオーラで見たんでしょう。コンドームでございました。先に言ったように、コンドームが使用されたかどうか決してに知りませんですけれども、警察はレストランに来たので、状況を検査するとコンドームが使用されたみたいです。その日に、すぐ後に、町の保健所も来て、レストランが閉められました。コンドームが使用されなければ、こんなに大きくて最悪状況にならなかったんでしょう。あとは非公開契約が行われました。この逸話は、こんなに反発的でこんなに悪夢で、7歳の女の子を含みましたので、笑えることではございません。ですが、これは現実の逸話で、世界で一番大きくて有名なファストフードフランチャイズの伝説の逸話表に入りました。動画をお好きになりましたらどうぞライクして友達と共有してくださいませ。チャンネルにソーシャルメディアに登録してくださいませ。ドロスでございました。ごちそうさまを召し上がれるように。